今日は鶏チャーシューを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、鶏チャーシューを作っていきたいと思います。以前私のチャンネルでも鶏チャーシューレシピはご紹介したことがあるんですが、今回は鶏もも肉を使ってかつ電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏もも肉、お醤油、みりん、お酒、お砂糖、オイスターソース、おろし生姜、おろしにんにく、塩コショウ、そして付け合わせに卵を使用していきます。まず今回ですね、鶏もも肉でチャーシューを作っていきます。もも肉に関しましては1枚で約 300g のものを使用していきます。こちらはだいたいね 250g から 300g ぐらいのものを使用していただくといいかなと思います。そしてお砂糖ですね、今回はコクが出るようにきび砂糖を使っていきます。こちらは普通の上白糖やまたは蜂蜜で代用していただいても OK です。蜂蜜を使ってもね、コクが出るので美味しく仕上がります。蜂蜜を使用する場合は大さじ1杯を目安に入れてみてください。そして付け合わせの卵ですね、こちらはお好みで作ってください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに付け合わせのゆで卵から作っていきます。まずお鍋にお水を張って沸騰させてください。はい、くつくつ沸騰しました。そしたらここに塩を加えます。小さじ1/2ぐらいですね。こちら分量外です。この塩を入れていただくと卵の殻にひびが入って白身が飛び出た時にその白身がすぐ固まってくれます。なのでこちらはね、予防策として入れてます。そしたらそっとね、卵を入れましょう。はい、そして入れたらこのぐらい優しくクツクツするぐらいをキープして8分茹でていきます。茹でてる最中なんですが、茹で始めの 2,3 分ぐらいですね、このように優しく卵を転がしていただくと黄身がね、真ん中に来やすくなります。ただここでね、卵の殻が割れないようにだけ注意してください。それではね、このまま茹でていきます。はい、8分経ちました。火を止めます。火を止めたらですね、すぐ氷水の中に入れて冷やしてください。はい、このままですね、だいたい10分ほど冷やしておいてください。このようにすぐ氷水で冷やしていただくと卵の殻がすごく剥きやすくなります。それでは続いてチャーシューの準備をしていきます。まず鶏もも肉を広げて、このように余分な皮や脂やあとは筋などを取り除いていきます。これ広げた時にはみ出た部分ですね、こちらは取り除いてください。あとはちょっとね、黄色っぽくなってる脂身もね、臭みの原因になりますので取り除きましょう。あとはお肉からはみ出てるこういった筋ですね、こちらもきちんと取り除きます。このようにね、取り除いてください。そしたらもう一度広げていただいて、ちょっとお肉の厚みがあるところはこのように少し切り込みを入れて、そしてお肉を開いて厚みを均一にさせてください。大体で大丈夫です。はい、このように厚みを均一にさせてください。そうしましたら続いてここに塩コショウを軽く振ります。皮の方にもね、塩コショウを振りましょう。軽くで OK です。はい、そしたらお肉をこのように広げて手前からくるくる巻いていきます。しっかりね、きつめに巻くようにしてください。はい、このように巻きます。巻き終わったら巻き終わりの部分を爪楊枝でね、留めていきましょう。こんな感じです。このように皮の部分も留めてください。はい、こんな感じでね、巻き終わりの部分を爪楊枝で留めてください。今回はね、3本使ってます。こんな感じです。このようにね、爪楊枝で留めるときは必ず皮を通してね、留めるようにしてください。そしたらですね、この皮の部分に爪楊枝を使って穴を開けていきます。そうすることで皮が縮むのをね、防ぐことができます。数箇所ね、穴を開けてください。はい、これで OK です。そしたらですね、こういった耐熱容器またはボウルを用意してください。この中でまずタレを作ります。最初にお醤油、続いてみりん、
そしてお酒はね、塩分の入っていないお酒を使用してます。そしてお砂糖、続いてオイスターソースですね。オイスターソースをちょっと入れるとね、旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。そしておろしにんにくとおろし生姜、こちらを加えてよく混ぜましょう。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまで一度ね、しっかり混ぜてください。はい、OK です。そしたらですね、こちら巻いたお肉を入れます。この巻き終わりを下にしておいてください。一度全体にタレを絡めます。はい、そして巻き終わりを下にしてください。そしたらですね、お肉の表面にピタッとね、まずラップを貼り付けてください。はい、このように貼り付けます。そしたらね、上からふんわりラップをかけて、そして1箇所ね、空気の出入り口を作りましょう。そしてこちらをこのまま電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、3分加熱しました。やけどしないように取り出してください。そして一度ラップを外します。そしてラップを外したら裏返します。そして裏返したらもう一度ね、このラップをピタッとお肉にくっつけてください。この時ね、すごく熱いのでやけどだけには注意しましょう。そしたらもう一度ふんわりラップをかけて、そして反対側も同じように電子レンジ 600W で3分加熱します。それではね、反対側を加熱している間にゆで卵の殻を剥いていきます。まずですね、こちら、この丸いお尻の方ですね、ここにひびを入れて、そして一皮剥いてください。薄皮もね、この時剥きましょう。あとはこの殻を剥いたところに親指の腹を引っ掛けて、卵をね、撫でるように殻を剥いてください。そうするとね、綺麗につるっと剥けます。はい、こんな感じです。でね、こちらも同じように剥いていきます。ちょっと剥きにくい時は水につけながらね、剥いていただくとやりやすいと思います。ゆで卵はね、このように殻を剥いておきましょう。はい、3分加熱しました。そしたらね、ラップを外します。1個ね、注意していただきたいのが、結構今回私はね、ちっちゃめの容器でやりました。そうするとね、ちょっとこのつけだれが溢れちゃうので、少し大きめの容器でね、皆さんはやっていただくといいかなと思います。すごくね、このラップも熱いので、やけどしないようにね、注意してください。そしたらもう一度裏返します。このように裏返したら一番分厚いところですね、ここに爪楊枝を刺します。この時に肉汁が透明になってれば OK です。まだ赤いね、血のようなものが出てくる場合はもう片面1分ずつ加熱してみてください。これはね、もう透明の肉汁が出てるので OK です。そうしましたら最後仕上げていきます。まずね、ジップ袋を用意してください。ジップ袋はできるだけ耐熱性のものを使っていただくといいかなと思います。この後ね、一晩冷蔵庫で漬け込むんですが、漬け込み終わって食べる時に温めると思うんですが、このようなね、耐熱性のジップ袋を使っていただくとこのまま湯煎で温めることができますので、耐熱性のジップ袋を使っていただくのがおすすめです。またはね、アイラップのようなね、ポリ袋を使っていただいても OK です。そしたらですね、ジップ袋の中にチャーシューを入れます。爪楊枝はね、まだつけた状態で OK です。あとはゆで卵も入れましょう。そしてこちらタレを入れます。はい、このようにね、ジップ袋に入れてください。ここで一つ注意していただきたいのが、爪楊枝の尖ってる方がね、お肉からはみ出ているとこのジップ袋が破けてしまう時がありますので、その場合はその先端だけをね、切り落としていただくといいかなと思います。そうしましたらボウルにお水を張って、この中にジップ袋ごと入れます。そしてしっかりね、空気を抜いてください。このように浸していただくとね、きちんと空気を抜くことができます。しっかり空気が抜けたら口を閉じましょう。そして取り出します。このようにきちんと空気を抜いてください。そうすることでしっかりね、味を染み込ませることができます。そしたらですね、こちらをこのままですね、バットなどに置いて、そして冷蔵庫で一晩漬け込んでください。だいたいね、6時間から8時間ほど漬け込んでいただくといいかなと思います。はい、一
一晩経ちました。このようにしっかりね味も馴染んでます。漬け込んでる最中なんですが、気づいた時で大丈夫なので、このように裏返していただくと上下ねまんべんなく味が染み込むと思います。では口を開けます。こんな感じに仕上がってます。冷たい状態だとこのようにタレがねプルプル状態の感じになってます。こちらね一度湯煎で温めたいと思います。ではね湯煎で温めていきます。まずですねお鍋にお湯を沸かします。そして火を消してください。こちら必ずね火を消すようにしてください。そしたらまずジップ袋を入れる前にそこに耐熱のねお皿を1枚入れてください。やけどしないようにね入れてください。そして袋ごとね入れてください。沸騰した状態で入れないようにだけ注意してください。このままだいたいね5分から10分ほど置いてください。はい、今10分経ちました。そしたらねこちら取り出します。はい、では温まったので最後切りたいと思います。お肉をね取り出します。そしてね爪楊枝を外してください。よいしょ。はい、であとはね食べやすい大きさに切っていきます。とてもジューシーな仕上がりになってます。チャーシューはねこんな感じでとても美味しそうに仕上がってます。それでは続いて卵もね切りたいと思います。卵を切るときはねこういった糸を使っていただくと綺麗に切れます。このように糸をね卵に回してそして引っ張ります。よいしょ。ではオープン。じゃじゃーん。このように綺麗に切ることができます。程よいしっとり半熟で美味しそうに仕上がってます。それではねお皿に盛り付けたいと思います。はい、これで鶏チャーシューの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はね上につけだれをかけてます。このようにねとてもジューシーで美味しそうな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もうねお肉がしっとり柔らかです。すごく美味しいです。そしてしっかり味も染み込んでます。では卵もいただきたいと思います。いただきます。卵にも味が染みててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の鶏チャーシューのポイントです。まず鶏肉なんですが、今回鶏もも肉を使っています。こちらまずはじめにですね、作る前に余分な皮、余分な脂、そして余分な筋を取り除いてください。そしてその後ですね、厚みが均一になるように厚い部分に包丁で切り込みを入れて、そしてね全体の厚みが均一になるようにしてください。そして厚みが均一になったら手前からくるくる巻いて、そして巻き終わりを爪楊枝で留めてください。もし爪楊枝でやりにくい時は調理用のタコ糸などで縛っていただいても OK です。そしてその後皮の部分に爪楊枝を使って数箇所穴を開けてください。そうすることで加熱した時に皮が縮んでしまうのを防ぐことができます。そしてその後耐熱の容器につけだれを作って、そしてまず最初に巻き終わりを下にして、そしてレンジで加熱してください。加熱する時なんですけれども、表面にピタッとラップを貼り付けて加熱するようにしてください。そうすることで表面が乾かずにとてもしっとりとした仕上がりになります。そして3分加熱したら裏返して、また同じように3分加熱してください。3分加熱し終わったら一旦取り出して、そして爪楊枝でお肉を刺して中から出てきた肉汁が透明になっていれば OK です。少し赤っぽい肉汁が出た場合はもう少し加熱してみてください。そしてしっかり火が通ったら、あとはジップ袋に入れて一晩漬け込んでください。茎を抜く時はですね、ボウルにお水を張って、その中にジップ袋を沈めていただくとしっかり茎を抜くことができます。そして今回ですね、付け合わせに卵も一緒に漬け込んでます。こちらはお好みでやってみてください。そして温める時なんですが、湯煎で温めていただくのがおすすめです。ただ湯煎で温める時は必ずジップ袋の耐熱温度が100度以上のものを使用するようにしてください。そして湯煎でね温めてる最中は必ず火を止めた状態で温めるようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は鶏チャーシューを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。